皆さんこんにちは、みさとです。ここは近鉄の大和八木駅です。この駅は近鉄大阪線と近鉄橿原線が立体交差する駅です。動画をご覧の方で乗り換えで利用された方もいらっしゃるかと思います。今回の動画は改札を出て大和八木駅の周辺には何があるのか、駅の外を探検してみたいと思います。大和八木駅には北出口と南出口があります。最初に北出口の方へ行ってみます。駅の北側でホームからも見えるのはこの緑色の建物、市営の立体駐車場です。だいぶ昔からあります。駅を出て正面にあるのがチケットショップ。近鉄の優待券も扱っています。券売機でも発売していました。2026年7月末までのものが2100円と見えます。立体駐車場の北側には奈良県の地方銀行の南都銀行、そしてりそな銀行橿原支店が見えます。大和八木駅高架のすぐ下側には近鉄八木駅名店街があります。大和八木駅北口のバス乗り場があり、うどんのお店、ハンバーガーのお店、ナチュラルスイーツのお店、他にもいろんな店があります。突き当たりに地下道があり、この先には近鉄百貨店橿原店があります。中に551の蓬莱のお店もあって、私は百貨店に寄った時はよく豚まんを買って帰ります。次は大和八木駅の南口へ行ってみます。こちらに行くとミスタードーナツがあって、この先も近鉄八木駅名店街です。そして駅の南側にあるのが大和八木駅南口バス乗り場。左に停車しているのは和歌山県の新宮から来た日本一長距離を走る路線バス。新宮を朝の7時46分に出発して終点大和八木に14時41分に到着。7時間近く下道を走ってきたバスです。お疲れ様です。バス乗り場の横に橿原ナビプラザという観光案内所があります。中に入ると千とくんがお出迎え。観光トイレがあって、中は奈良土産、地元の物産品がありました。奥には奈良交通の乗車券売り場、旅行センターがあって、高速バスや夜行バスの切符が買えます。藤原九大極殿の柱のレプリカがありました。さて、南口のバスのロータリーは大きそうに見えますが、実際は乗り場は2カ所で降り場が1カ所。北口の乗り場も1カ所で、循環線の外回り内回りの系統のみでした。昔は奈良駅方面のバスがあったと思いますが、大和八木駅から北の方へ行くバス路線はなくなっているのですね。さて、バス停のロータリー南側です。この付近は新商車優先乗降場とタクシー乗り場になっています。この屋根に伝って歩いて横断歩道を渡ります。この先に駅近くのホテル、カンデオホテルズ奈良橿原に行ってみます。というか、駅からの歩道の屋根はカンデオホテルズにつながっている。えらく待遇が良いですね。と思っていると理由が分かりました。橿原市役所分庁舎と書かれています。カンデオホテルズと橿原市役所分庁舎が同居しているのですね。1階から4階が市役所分庁舎のようで、5階から上がカンデオホテルズです。ホテルと分庁舎合わせてミグランスという施設名になっています。ここにも観光案内所がありますね。右がカンデオホテルズで、左が市役所分庁舎になっていました。市役所分庁舎の案内を見ると、10階が展望デッキ、展望テラスと書いています。行ってみましょう。市役所の展望デッキなら無料で入れると思います。エレベーター前に来ました。2つあるうちの右側のエレベーターが10階展望室へ行きます。10階はこんな感じです。
一つ前の動画で言った桂木山、真ん中の小山は大和三山の耳なし山、かぐ山はこれも手前のこんもりした小山、藤原旧跡は田んぼに見える部分がそれと思って間違いないと思います。うねび山はこの手前の山。古い町並みで知られる今井町は瓦屋根が密集しているこの辺り。5段衣装を無料で着ることができるそうです。服の上から着ることができるのは便利ですね。外に出る展望テラスに出てみます。北側の部分が見えませんが、カンデオホテルズの大浴場と露天風呂のようです。日帰り利用もできるそうなので、何かの機会に利用してみたいですね。ということで、橿原市役所分庁舎の展望デッキ、展望テラスでした。無料で利用できるのがいいですね。そして大和八木駅の南口に戻りました。バスのロータリー側からカンデオホテルズ方面に行きましたが、今度は西寄りにある道を南下します。橿原線で隣の八木西口駅方面になります。こちらは八木駅前商店街と書かれていますね。駅近くは居酒屋などの飲食店が多いでしょうか。しばらく歩くと団子商のお店がありました。売っているのは串に刺さった素朴なお団子のみ。手作りで美味しいですよ。1本100円です。大和八木駅南口から徒歩 2,3 分ぐらいの距離です。また南の方へ歩きます。信号のある交差点が見えてきます。この交差点の南東の角に灯籠が見えました。行ってみます。大神宮と書かれています。説明板を見ると、ここには江戸時代のお伊勢参りの参詣客をもてなす接待場があったそうで、そこにあった灯籠ということです。ということで、この前を東西に横切るこの道は横大路、別名として伊勢街道、長谷街道とも呼ばれていたそうです。大和の国から伊勢の国へ向かう重要な道だったわけですね。ここからもう少し東寄りに、もともとこの灯籠が立っていた場所があります。法務局中和支局の前、この場所に先ほどの大神宮灯籠があったそうです。さらに八木駅からの道を南下します。途中にあった保護猫譲渡カフェです。西日で日向ぼっこしている猫ちゃんたちがいました。さらに南の方へ歩きます。この交差点のこの方向に橿原市役所の本庁舎がありましたが、昨年一部を残して解体された模様。景色が変わっています。市役所の機能の大半は先ほどの分庁舎にあるようです。もう少し南へ行くと左に南都銀行が見えたあたり、その向かいは橿原郵便局です。右の白い建物は三菱 UFJ 銀行。隣がお花屋さんで、三菱 UFJ 銀行との間に路地があります。ここは結構人通りがあります。居酒屋さんが立ち並ぶ路地です。その先、白いコーンが立っていて、自転車の通り抜けはお断りします。そして私有地との表示。自転車の通り抜けはダメだけど、人の通行は黙認ということでしょう。私有地なので撮影はカットしまして、通り抜けさせていただきました。ここを通り抜けるとすぐ八木西口駅なんです。ここを通らないと橿原郵便局をぐるっと回り込んで遠回りになるので、きっと通行する方が多いのですね。ということで八木西口駅に着きました。大和八木駅から500メートル、徒歩7分と出ています。ちなみにこの駅は大和八木駅の構内にあって、営業上は大和八木駅と同じ扱いになっています。昔は八木西口で切符を買っても切符には大和八木からと表記されていたほど、今は八木西口からと切符に記されています。
さて、八木西口駅の先に橿原線の線路をまたぐ鉄橋があります。 JR 西日本の万葉まほろば線、桜井線です。もう少し東へ歩くと万葉まほろば線のうねび駅があります。うねび駅にも行ってみることにしましょう。橿原郵便局前の交差点で信号待ちです。信号を2回渡って道路の線路側へ、万葉まほろば線の電車が通りました。うねび駅に向かって歩いているとクラシックな建物が、ジュール・フェリエ・ラバンクというフレンチのお店です。元は68銀行八木支店だったそうで、登録有形文化財に指定されています。さて、もう少し歩いた先がうねび駅です。橿原神宮と書かれた石碑がありますが、ここは橿原神宮の最寄り駅ではありません。石碑の横に大正4年4月これを建てるとあります。大正4年4月当時は現在の近鉄橿原線や南大阪線はまだなく、うねび駅が最寄り駅だったのですね。現在のうねび駅は昭和15年に建築された駅舎。当時の木造建築の雰囲気が十分残っています。後期2600年、昭和天皇の橿原神宮行幸に合わせて作られ、貴賓室も備えています。駅舎の中に入ってみます。こんな感じです。がらんとしたただ広い駅舎ですが、かつては天皇陛下をお迎えした重要な駅だったのですね。今では日中は1時間に1本、ひっそりとした無人駅です。昭和15年に作られたという証明。電車が発車し乗降客がいなくなると駅はひっそりしました。このタイミングを見計らって先ほど購入の団子状のお団子をいただきます。一口に5個お団子が刺さっています。美味しい。きな粉の団子なのでお茶が欲しくなります。小さいのでペロリと食べてしまうと思います。夕飯が近いので残りは家でいただきますね。ちなみにうねび駅の正面の道をまっすぐ歩くと大和八木駅があります。今来たのは京都行きの島風です。この後は今来た道を戻り、これは橿原郵便局です。八木西口駅に戻りました。歩き疲れたので帰りは大和八木駅まで電車に乗ります。やってきた列車は八重系でした。八重系はだいぶ増えてきて駐車する機会が増えたような気がします。すぐ大和八木駅に着きます。こんな感じで大和八木駅周辺を散歩、いかがだったでしょうか。市役所分庁舎の展望テラスの景色が結構穴場でしたね。大和三山も見えましたし、カンデオホテルズのスカイスパに入ってみるのも面白いかもしれませんね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。